今回はゼロ式艦上戦闘機です。32分の1スケールを作るのは初めてだな。そうですね。後ほどご紹介しますが、パーツが細かくて、とても多いです。だから前編ってことなんだな。箱を開けるとご覧の通りになってます。なんか切れ目が入ってるな。完成したら、この切れ目のところに、機体を固定して保管するみたいですね。親切設計だな。キットの中身です。これは、かなり大きいのかな。はい、非常に大きいですね。先日のイーグルに勝るとも劣らないです。細かいパーツ類です。相当多くのパーツがあるんだな。しかも、もう1セットあるんです。エンジンやプロペラなんかだな。これは、タイヤはゴム製、エッチングパーツも存在します。これは、作りがいのあるキットだね。そして、デカール類です。小さいスケールのゼロ戦だと、国籍マークや舞台表示のみってことがあるけど、バラエティに富んでるな。あらゆる方向に贅沢なキットです。説明書も非常に分厚いです。中身を見ていこう。コラムは、読み応えもありますし、組み立ての説明は、とても丁寧です。それでは、早速、作成を始めていきましょう。これは、コックピットの床面だな。やはり、最初は、コックピットからです。コックピット側面は、格子状になってます。こういう構造は、手間がかかるね。一旦、大きな面相筆で塗ってますけど、これは、いつもの熊の筆の方が良いかもしれません。機体の内側の塗装です。ここら辺は、面が広めだから、迷わず熊の筆だな。コックピット内部色は、今回、5倍希釈しているんで、重ね塗りが必須です。広い面だと5回の塗り重ね、比較的小さいパーツなら4回の塗り重ねだね。これが、5回目の塗装ってところですね。コックピット内部色は、隠蔽力がそこそこあるから、綺麗に仕上がりそうだな。ただし、平筆で塗装をすると、どうしてもくぼんだ部分は、着色しないんで、面相筆でカバーしていきます。平筆で塗ったところと比べて、違和感が出ないよう注意だな。機体内部の後部は、青竹色で塗装です。コックピット内部色との境目は、マスキングだな。直線を出したいですからね。説明書では、メタリックブルーと、クリアグリーンを混ぜて調色しろってなってますが、今回は、青竹色で塗ってしまいます。大きな部品の次は、小さな部品だな。数も多いのですが、塗り分けが多いんですよね。大きなスケールならではだな。良い経験であるのは、間違いないですね。小さな部品といっても、それぞれがそこそこの大きさなんで、塗り重ねも必須になってきます。製作期間が必要になる理由の一つかな。間違いないです。地味にクリアパーツなんかも混じってます。まあ、キャノピーの塗装を思えば、なんてことはないけどな。油断は大敵ですけどね。それでは、塗り分け工程に入りましょう。細かな作業だから、疲れた時なんかにやると、悲劇が起きるよな。集中してやらないといけないのと、疲れがあると、手先がブレちゃいますね。注意一瞬、怪我一生だな。塗り直せば良いので、一生ではないですけどね。ノブの黒色なんかは、冷やし色ですね。一回塗れば、綺麗に仕上がってくれるもんな。逆に赤色のノブは、試練を与えてきますね。発色させるために、白で下地を作って、赤を着色だからな。ただ、ケーキ類のヘリ部分に比べたら、ノブは、まだまだ優しい方かな。そうですね。今回はドライブラシでやるのも、大きさ的にまずいかなと思ったので、普通に塗り分ける道を選んでしまいましたからね。しかし、紙筆の存在に非常に助けられています。細かい部分の仕上げは、この筆に頼りきりだものな。この筆を購入していなかったら、きっと、精神の消耗度は倍化していたでしょう。一家に1、2本は備えていた方が良いでしょうね。常備薬じゃないんだからいらないよ。普通の家は、塗装なんかしないんだ。コックピットの塗装の前半が終わりました。まだ前半だったのか。まだ、床面と側面が終わっただけですからね。あと、前面、後面だけなら、半分以上は終わってそうだがな。いやいや、パイロットの存在を忘れたらいけません。とりあえず、組み付けるとこんな感じです。ノブの赤い点がアクセントになっているな。
頑張って塗り分けた甲斐がありました。側面を床面に取り付けると、こんな感じです。コンパクトにまとまっちゃったな。複雑なものが小さくまとまる、まさに工業製品です。そういうものなのか。ここら辺のケーキ類のディテールが、さらに組み付けていくと、見えにくくなっていくのが、ちょっと寂しいですね。プラモ作成の差がってやつだな。機体の胴体部分については、今回は、コックピットを事前に挟み込まなくても、良い構造になっているんですよね。なるほど、作成者にとって優しい構造かもな。ひとまず、接着して寝かしておきましょう。それでは、前後のパーツを塗装していきましょう。また、割合大きめなパーツがあるな。これは、コックピットの後ろ側の隔壁ですね。そして、7.7 ミリ、固定機重の断層です。ここら辺は、コックピット内部色だな。これは、オイルタンクだな。コックピットの前側に配置するものですね。こちらは、燃料タンクになります。このタンクはシルバーか。色指定は、チタンシルバーだったんですけどね。次に大きいのがシートの部品ですね。地味に持ち手が作れなかったから、プラ板に貼り付けての塗装だな。次第に部品が小さくなっていきます。これは、昇降用の座席レバーだな。そして、ケーキ板は、内部色で塗装した後、ケーキの枠などをセミグロスブラックで塗装です。ケーキ板を支えるフレームも同じカラーリングですが、黒を塗るにあたっては、マスキングします。ここは、フリーハンドじゃ直線が出ないからな。こいつは、7.7 ミリ固定機重だな。アイアンで塗装したいと思います。これで、コックピットの部品は、ほぼ完了だな。そして、パイロットの塗装です。ベルトとかブーツとか、とにかく塗り分けが多いな。説明書は、タミヤ色が指定されてるから、似た色を探してくるのが少し手間だな。もちろん、艶消し黒みたいな、基本的な色については、問題ないんですけどね。小さな部分の塗装に入ると、このサイズの面相筆じゃ苦戦するな。境目の部分は、小さな筆でケアします。あとは、胴体以外のパーツです。顔の造形も、このスケールだとしっかりしてるな。出撃前の緊張感が伝わりそうな表情です。だらけ切った顔にするわけはないからな。この場合、黒の塗装は、少し緊張しますね。マフラーの白なんかについてしまうと、修正が大変になるからな。腕のパーツは、癒される工程だな。シンプルな2色の構成ですからね。双方の色が共に隠蔽力の強い部類だしな。コックピットの後半の塗装が完了です。前半の方が作業が重かったな。前半は10日間、こちらは6日間くらいの工程でしたね。ある程度組み立ててみました。ケーキの類は、クリアパーツの裏に、デカールを貼り付けたんだよな。塗装だけでは、実現できない、リアリティを感じられますね。組み立てると、こんな感じですね。いつもなら、せいぜい十数個のパーツしか、コックピットには関わらないが、これは、新鮮な体験だったな。それでは、次の工程に行ってみましょうか。今回、最後の工程は、エンジンの作成です。こいつは、エンジンのフレームだな。フレーム部分も含めて、機体の内側に当たるところは青だけ色だな。カウルフラップなどの外側は、セミグロスブラックで塗装です。少しだけフラットベースを追加したけどね。エンジンステイもセミグロスブラックか。こういう棒状のものの方が、平筆だと若干塗りにくいですね。今回、エンジンの基部は、青みがかった灰色のようなんですが、ドイツ軍機の機体色で似たものをチョイスしてみました。随分余っていた塗料だから、ちょうどよかったかもな。ここに使うだけでは、まだまだ余っちゃいますけどね。塗料瓶がかさむな。全くです。そして、プッシュロッドなど基部に、取り付けられている箇所を、セミグロスブラックで塗装していきます。混合気球機関も同じ要領だな。はい、境目の部分を紙筆で塗装してから、太めの面相筆で塗りつぶします。紙筆だと小さすぎて辛いからな。ムラが出る可能性もありますしね。エンジンのシリンダー部分は、太めの筆だけでいけそうです。基部の部分とシリンダー部分が、はっきりと分かれているからな。
こいつは、排気管だな。こちらは、焼き鉄色で塗装です。説明書だと、メタリックグレーと、フラットブラウンを混ぜろって指示だったよな。そうなんですけど、焼き鉄色にしちゃいました。あとは、エンジン補機の細かな部品の塗装です。ここら辺は、シルバーと、セミグロスブラックの塗り分けだな。エンジン周りの部品の塗装結果です。かかった期間は、これも1週間くらいかな。はい、それくらいですね。とりあえず、簡単に組み立てるとこんな感じです。部品の細かさが控えめだったから、そんなに苦労はなかったな。排気管の差し込みが際どかったですけどね。さて、これをさらに組み立てて、コックピットと組み合わせれば、今回のゴールです。ゼロ式艦上戦闘機21型、コックピットとエンジンの完成です。機体内部の作成で1ヶ月近くかかるとは、32分の1スケールは、侮りがたいものがあるな。趣味としてのコストパフォーマンスは最高です。少しズームしてみると、この通りです。これも、機体の中に収納してしまうと、大部分が見えなくなるんだよな。それも致し方ありませんね。もっと気合を入れて作って、この部分だけで制作を止める人もいそうだな。そうかもしれませんね。コックピットの計器板なんかは、機体が完成した後も、覗き込めば見えるかもしれませんね。今回は、制作期間がかなり長くなる見込みだったので、前半部分を切り出して公開させていただきました。引き続き、機体本体の作成に入っていきたいと思います。長い時間のご視聴ありがとうございました。そして、高評価、コメントなど、いつもありがとうございます。それでは、また次回、よろしくお願いいたします。